染めるっていうのは結構今までの経験っていうのが結構必要で、気温とか水温とかによっても色差が出てしまうので、結構難しい染料ではあります。縦糸が並んでいて、そこの間に横糸を入れることで初めて織り上がって布になるんですけど、縦糸が開いている状態の時に横糸を風の力で飛ばしていって、規定の密度に入るように押し込んで、それをまた絡めてまた横糸を入れてっていう織り方の繰り返しで、生地っていうのは成り立ってます。タイイングという作業なんですけど、糸を結ぶタイイングの時に、綺麗に結んでないと、糸がよれているとそこが擦れたりするので切れてしまうんですね。細くて密度の甘いものっていうのはちょっとでもよれが入っているとその後にもう切れてしまうので、そこでは気を使います。なぜこの型が乗るのかって言いますと、横糸に対燃がかかってるからこの型が乗るっていうことになります。もしその対燃のかかっていない生地をこの鉄の間を通すと破れるんですよね。今日は伸縮性がある生地やからこの生地が乗ると。
程で言うたらこれだけ工程があるんですよ。もう10何個とかってある。20は超えてます。そうですよね。ここはまだ今は穴代わりに何回だけやったら穴からにしてそしたらベッドから誰がするの？これになります。ここを押さえる。こことここですね。
デニムの素材にそういう縮みの技術を応用することで今までなかったようなデニムができるんじゃないかなっていうところが、きっかけでやり始めたっていうことですね。結果としてその綿 100% のデニムでありながら非常に横にストレッチ性があるデニムが生まれたというところの新規性で特許になってます。